元同僚を強姦殺害し遺族の前で殺人を肯定した男。一切悪びれる様子のないその男の身勝手すぎる思考とは。2013年2月5日、岡山県岡山市岡山地裁では2年前に起きた殺人事件の裁判が行われていました。証言台に立ったのは隅田光一。同じ会社に勤めていた女性を強姦殺害した罪に問われていました。社内でたまに顔を合わせる程度でほぼ話したことのない女性を好みだったという理由だけで無慈悲にも殺してしまった隅田。女性は彼に命乞いをしたと言いますが、その時どう感じたかを隅田は淡々とこう語ります。やめようとは思いませんでした。心も揺らがなかったです。表情一つ変えずに放たれた隅田のその言葉に握りしめた拳を怒りに震わせる遺族。そんな遺族のことなど気にする様子もなく、この後隅田はさらに信じられない発言をするんです。被害者も遺族もかわいそうだとは思わない。何より目的達成のためであれば殺人は認められます。強姦殺人の裁判で殺人は認められると発言した男。彼はなぜ好みだという理由だけで強行に及んだのか。男は殺された女性ではなく自分が一番の被害者だと思っていたんです。おそすけんちゃんです。やみえみこです。私さ、今度この着物に似合うような場所に行くんだけど、どこ行くと思う？ブラジルとかサンバ踊るんじゃないのよ、これで。どこ行くんですか？いや、京都に行くのよ。京都ね。そうだ、京都にこのツイッターでさ、おしゃれなとことか取り上げられてるかは参考にしてんだけど、あと京都行ったことある？いや、そりゃあるよ。ベタなとこ行ってる。結果どこ行ったらよかった？まあベタだし、もう何回か行ったけど、なんだかんだ清水寺はいいんじゃない？でももう今オーバーツーリズムって言ってさ、もうめちゃくちゃ人が多いみたいなのよ。早朝とかに行かないと多分身動き取れないぐらいになってて、空いてる時とかなんか情報あればね、また皆さんにそうね、教えてほしい。というわけで本日ご紹介するのは岡山県で起きた強姦殺人事件について。被害女性は犯人の元同僚なのですが、この二人はね、ほぼ話したこともなく好みだっていう理由で殺されちゃったんですよ。気持ち悪い。もう好きだな、好きだと正々堂々言えばいいじゃない。それを何無理やり襲ってってもう卑怯すぎるわよ。しかもこの男本当に驚かされるんですけど、裁判で遺族を前にこの状況だったら殺しても OK みたいな、そんな発言をしてるんですよ。この事件はいつも両親への連絡を欠かさずに行っていた女性からの連絡が途絶えてしまったことから発覚するんです。そして彼女は両親が最も想像したくはなかった姿に変えられてしまったんです。帰らない娘。2011年9月30日、岡山県岡山市。遅いわね。携帯を見つめながら心配そうにつぶやいた年配女性。彼女の娘 A さんは仕事終わりにヨガ教室へ行くと話しており、22時には帰宅予定。しかし時刻が深夜12時を回っても A さんは一向に帰ってくる様子がなかったんです。彼氏にでも会ってるんじゃないか。父親は母親を安心させようとそう言いますが、 A さんは帰宅時間が変わることがあればいつも必ず家族に連絡を入れる真面目な女性。いくら彼氏と一緒だと言っても彼女が連絡もなしに外泊しているとするのは違和感がありました。案の定その違和感は思い過ごしではなかったんです。1日経っても A から連絡が返ってこないの絶対におかしいわ。翌日父親が仕事から帰宅すると同時に真っ青な顔でそう告げた母親。まめな A さんに限って考えにくいその状況に両親は警察へ通報することに。そして翌朝警察から呼び出しを受けた両親。警察署で見せられたのは A さんが勤めている会社の防犯カメラ映像でした。こちらの女性は娘さんで間違いないでしょうか。カメラに映し出されていたのは A さんと並んで歩く一人の男。以降 A さんはカメラに一度も映りませんでしたが、一緒に歩いていた男はモップやトイレットペーパーを片手に何度もカメラの前を往来。その不審な動きから彼が何かの痕跡を消そうとしていることは明白でした。何かの痕跡を消そうとしてるってさ、もしかして会社の中のどっかで A さん殺しちゃったんじゃないの？そうなんです。しかもこれ他の従業員もいる中で襲おうとしたってところがヤバすぎるんですよね。その後 A さんの会社で捜査が行われたところ、社内の倉庫から彼女の DNA と一致する血痕が発見されました。男は血痕を入念に拭き取っていたものの、ルミノール検査をごまかすことは不可能だったんです。そして社内で聞き込みを行った結果、防犯カメラの男はすでに退職し、その日社員証を返しに来ていた隅田光一であることが判明。5日後の10月6日、取り調べを受けた隅田はそこで確かにこう話したんです。私が殺しました。遺体はバラバラにして捨てました。隅田は A さんを強姦殺害した後、実家がある大阪に持ち帰り解体してゴミ捨て場や川に遺棄したと供述。翌日警察は隅田が大阪で借りていたガレージから遺体の一部や解体に使われたと思われるノコギリや包丁など複数の刃物を発見しました。バラバラ殺人ってもう最悪すぎる。
本当遺族にとってみれば愛する娘の死に顔すらも見れないっていうところで本当に心が痛みますよね、これ。そして裁判を迎えた隅田はその遺族の痛みを鼻で笑うようなことをするんです。亡き娘への冒涜。事件から2年後の2013年2月5日、殺人・死体損壊などで起訴された隅田の裁判が開廷。検察官の質問に応じ、隅田が犯行内容を語る中、多くの関係者が眉を潜めたのが次の場面でした。被害者はあなたに命乞いをしたと言いますが、犯行をやめようとは思いませんでしたか？やめようとは思いませんでした。心も揺らがなかったです。さも当たり前かのように無表情にそう告げた隅田。傍聴席の遺族は怒りが溢れ出しそうになるのを必死にこらえていました。そんな遺族に追い打ちをかけるかのように隅田はこう続けます。被害者も遺族もかわいそうだとは思いません。こいつさ、自分の立場分かってこんな発言してるの？犯罪者として裁かれてるわけじゃない。ここまでさ、被害者とか遺族をバカにできるってもう、本当に卑怯な男ね。なぜこんなふざけた発言ができるのかっていうと、隅田は殺人を悪だと思ってないんですよ、これ。裁判中、検察官は隅田に殺人行為そのものについての質問も行いました。すると隅田は殺人について次のような持論を展開するんです。殺人行為は目的達成のためなら手段として認められます。例えば相手が犯罪者なら殺してしまえばいい。検察官はすかさず公開しました。今はあなたが犯罪者ですが。すると隅田はこんな返答をするんです。自分だけは特別です。まるで自分を神様だと思っているかのような発言を繰り返す隅田。到底信じられませんが、実は隅田は司法試験の受験経験者で、これらの発言は曲がりなりにも法律を学んだ立場からのものだったといいます。そもそも殺害された A さんは犯罪者などではなく、隅田の発言は誰が聞いても支離滅裂でした。このようにしながら自身が犯罪を犯したという自覚すらないような振る舞いで、隅田は初公判第2回の公判を終えるんです。ちょっと言ってることの全てが意味不明なんだけどさ、本当にこの男って何様のつもりなわけ？実は隅田はこの後の第3回の後半で、罪の意識はちゃんとあったからこそあの時悪態をついたと語ってるんです。しかしね、もはやその言葉は本心だとは思えないですよね、これ。初公判と2回目の公判での悪態について、隅田は3回目の公判で突然態度を変え、次のように弁明しました。謝罪の気持ちは常にありましたが、被害者の苦痛を考えると死刑になるしかないと思い、わざと悪い印象を持たれるよう振る舞っていました。涙を流しながら遺族に頭を下げた隅田でしたが、もはやどのような言葉を向けられても遺族に受け入れられるはずはありませんでした。本当に悔やんでいるようには見えません。裁判員への同情を誘うための演技です。検察官も遺族のその意見に同意し、隅田に死刑を求刑。しかしここで立ちはだかったのが、死刑を判断する際に用いられる永山基準でした。永山基準ってなんかちょっとどっかで聞いたことある気がするんだけど、なんだっけこれ。日本の裁判の際に死刑かどうかを見極めるガイドラインみたいなものなんです。そしてこれはとある殺人事件の判決が物議を醸したから作られたものなんです。というわけで本日のメトラキーワード、永山基準について。永山基準とは、1968年に4件の殺人を犯した永山則夫の裁判に際し、最高裁から示された死刑判決の量刑判断基準。当時は世界的に死刑撤廃の風潮が強まっていた時期で、一度死刑を宣告された永山が不当に無期懲役に減刑されることに、その判決が物議を醸し、死刑の基準が定められることに。この流れに伴い、最終的に永山は死刑が確定しています。永山基準では全部で9つの項目が挙げられていますが、その中でも今回の事件に影響している項目は結果の重大性。永山基準では複数人の殺人を犯していることが死刑の基準とされています。一方、隅田が罪に問われているのは1件の殺人に対してだけ。この点が死刑判決に向けての壁となったんです。何人殺したかなんてさ、遺族にとってみたら関係ないわけじゃない。これでもしこの基準で死刑にならなかったらさ、遺族納得しないんじゃない？これね、あくまでも基準であってルールではないんですよ。実際は他の要素も考慮して量刑が決まってくるんです。そして隅田の犯行当時の様子を見てみると、ほとんどの人が死刑が妥当だと感じるはずなんです。この男の犯行はそれほど身勝手で卑劣なものでした。的外れな復讐。岡山市の IT 企業に勤めていた隅田は2011年9月下旬に同社を退職。自宅アパートも引き払い、実家がある大阪へ帰るつもりでいました。そんな彼が社員証を返しにやってきたのが9月30日。そう、 A さんが行方不明になったその日のことでした。隅田は社員証を返し、会社との関係が終わるそのタイミングで元同僚に対する強姦殺人に及ぼうと考えました。ターゲットは同社で働く女性のうち隅田の好みに当てはまっていた3人。隅田はそのうち誰か1人と出くわした時点で犯行に及ぶことを決めていたんです。そして運悪く隅田と出くわしてしまったのが被害者の A さんでした。派遣社員だった彼女は隅田とは配属された部署も違い、すれ違った際に軽く挨拶する程度の中、同じ会社の同僚というだけでよく知りもしないその男に殺されてしまうなどと A さんは想像だにしていなかったでしょう。あの人が出てきたか。よし、
車内の通路で待ち伏せをしていた隅田はそこに姿を現した A さんにゆっくりと近づいた。倉庫に見てほしいものがあるので来てもらえませんか。何気ない素振りで A さんに声をかけた隅田。A さんは不審に思うこともなくその呼び出しに従った。そして倉庫に入ると同時に隅田はその扉に鍵をかけた。見てほしいものって何ですか？ A さんは隅田の動きに気づくこともなく問いかけるが、表変した隅田は彼女を殴り倒してしまう。ニヤニヤといやらしい笑みを浮かべるその男の手には隠し持っていた手錠が握られていた。この後 A さんを押さえつけ手錠で拘束した隅田は彼女を強姦。その後 A さんは恐怖に震えながらこう懇願したと言います。お願いします。誰にも言わないので命だけは助けてください。隅田はそんな A さんの言葉に聞く耳も持たず、彼女の胸に十数回ナイフを突き立てました。それでもなお A さんは一命を取り留めていたため隅田は頸動脈を切って殺害。その後現場の血痕を拭き取り大阪の実家近くに借りたガレージまで遺体を運んで解体、隠蔽工作を行ったんです。殺したのはさ、強姦がバレるリスクを排除するためだったのかしら。というかさ、退職したから最後に強姦でも何でもしてやろうなんてどうねじ曲がったらそんな思考に行き着くわけよ。そのヒントは隅田が裁判で発言した目的達成のためなら殺人は認められるっていうところに詰まってるんですよ。隅田は単に性欲を暴走させただけではなく別のある目的のために A さんを襲ったというんです。隅田が事件を起こすきっかけとなったのは前年の2010年6月に彼が交際相手と破局したこと。その後隅田は元恋人がすぐに別の男性と結婚したことを知りました。なめやがって絶対に許せねえ。隅田は元恋人が自分を捨てて別の男性を選んだことへの苛立ちから犯行を計画。要するに自分は女性に捨てられた被害者であり、その不満を解消するためなら殺人を犯しても許されるというのが隅田の考えなんです。ここから隅田は自宅アパートの隣人女性を襲う計画を立てますが、この計画は失敗。そのため社員証を返しに行くタイミングで同僚の女性を狙う計画に切り替えたんです。隅田は取り調べで出所したら元恋人の結婚相手を殺しに行くとも発言しており、彼の的外れな被害者感情が犯行の引き金になったことは明白でした。彼女に振られた自分は犠牲者だから、殺人も OK だなんてさ、彼女何にも関係がないことじゃない。これ身勝手すぎる。本当になんか引きずっちゃうみたいな人がいるのはまあ100歩譲って理解できたとしても、女性に振られてそれで被害者面してるっていうのが本当気持ち悪いっすよね。この判決には永山基準が立ちはだかったんですけれども、初犯だとしてもこの男の卑劣で身勝手な犯行に対しては容赦がなかったんです。事件から2年後の2013年2月14日、岡山地裁は第一審から隅田に死刑判決を下しました。被害者は一人ですが、犯行は性的被害を伴うもので、結果は重大と言えます。日本の裁判員裁判において、前科のない犯人による一件の殺人で死刑判決が下されたのは、隅田のケースが史上初の事例。裁判における遺族を嘲笑うような発言の数々も、その判決に影響したと考えられます。この時、隅田は裁判官から控訴ができる旨を告げられましたが、静かに首を横に振りました。遺族は死刑を受け入れる気持ちになったのだろうと受け止め、執行までに手紙を送付したり面会を求めたりしましたが、結局隅田からの反応はありませんでした。2017年7月13日、隅田は収容先の広島拘置所で死刑執行。目的達成のためなら殺人は認められる。彼が裁判で語った持論は本心だったのか、死刑となってその心境に変化はあったのか、今となっては推し量りようもありません。長年死刑の基準とされてきた前科や殺害人数の要素を考慮した上でも有無を言わさず死刑判決を下された隅田。被害者や遺族の心情を踏まえれば永山基準はもはや時代遅れと言えるのかもしれません。死刑判決が望まれる際に前科の有無や殺害人数が壁になってしまう現実を皆さんはどのように考えますか？永山基準は今の時代にも必要なものなのでしょうか？